皆さんこんばんは、うのうと言います。マスターバイクゼロ式はまず間違いなく来るんでしょうね。薬剤の目視録とブレスオブザワイルドのネタバレを含みます。敏感な方はお気をつけください。今回は2月18日に放送された任天堂ダイレクトのゼルダゲームの情報についてのみ軽めに考察した動画です。このチャンネルでは薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。まずは無駄話からささっとさせてください。ブレスオブザワイルド続編についてです。写し絵の記憶、その14、15。実は以前と言っても数ヶ月も前に何かの動画でちらっと言ったことなんですが、ブレスオブザワイルドでリンクは100年の間眠っていたことで記憶がなくなりましたよね。ブレワイ本編のストーリーは記憶をなくしてからスタートで、写し絵の記憶によってゼルダと過ごした時間のみを取り戻しました。もし失っていた記憶の中に、例えばこの駅士であったリンクのお父さんから聞いていた重要な話があったりしたらみたいなことをちょっと考えていました。記憶を失う前はゼルダからの質問で剣の精霊、つまりファイですね。その声が聞こえているのですかというのがありました。そこで映像は終わっていたので結局答えはわからずじまいなんですが、そしてゼルダの方も薬剤の目視録でテラコとの幼少期の記憶が一部戻っただけで、城でのそれ以外の話、マスターソードをデクノキ様のところへ持っていく時にもファイと話をしていたのかとか、封印をしにハイラル城のガノンの元へ向かう時にも城で何かを見たとか、宮廷詩人はそこにいたのか、薬剤ガノンと話をしたりしたのか、アストルが王国占い師でそこにいたのかとか、妄想が止まらなくなりました。何が言いたかったかというと、サスペンス映画などを見ていて話が急展開を迎える終盤というのは本当に小さな伏線を回収した時だったりするので、考えてみたらあれは何だったんだろうなぁとふと思い出すことほどもっと掘り下げていかないとなーって思ったという無駄話でした。それでは忍耐のゼルダ情報を振り返りながら軽めに考察していきます。ブツッと切ってすみません。今回のゼルダ情報、皆さんはどうでしたでしょうか？僕はちょっと期待しすぎてたようで反省しています。と言いましても、懲りずに期待している内容もありますので、それはこの動画の最後にお話しします。まずはこちらの話題からいきましょう。ゼルダの伝説スカイウォードソード HD。もはや説明が不要な気がしますけど、発売10周年を迎えるスカイウォードソードの HD 版をスイッチでプレイできるという宝箱のような発表です。いや、めちゃくちゃクリアで綺麗なグラフィックですよね。気になったのはスイッチライトにジョイコンを接続してテレビモードと同じ感じでプレイするのが可能なのかどうかです。詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。オリジナルデザインのジョイコンも魅力的ですよね。ただ値段が8500円と結構お高めです。ソフトとセットってことじゃないですよね。セレブの財布をお持ちの方はご検討ください。今回の映像を見た時に僕が前から言っているブレワイ続編の探索や戦闘がスカイウォードソードスタイルになるんじゃないかというのがちょっとは考えられるようになってきましたね。ただスイッチライトのユーザーはスティックをカメラで使えないことになるので、まあ考えにくいですよね。それでは薬剤の目視録のお話をしましょうか。ゼルダ無双薬剤の目視録ダウンロードコンテンツ内容。ブレスオブザワイルドの時と同じように2500円のエキスパンションパスなるものを購入することで以下の内容が全て追加されます。並べながら予想を話していきますね。まず購入特典として2021年5月28日に配信予定なのはリンクのコスチューム1点、ムービーの感じから古代兵装の防具なんでしょうか。そしてリンクの武器1点、今言った理由から古代兵装剣のような気がします。それにつられて盾と弓も古代兵装になると予想します。次は第1弾ダウンロードコンテンツですね。2021年6月末までに配信予定と書いてあります。購入特典から約1ヶ月の間に配信されるものですね。新たなプレイヤブルキャラクター、注目すべきは1体と書いてないことから1体ではないんだと思います。僕の予想ではプルアとロベリーだと思います。ムービーのキャラクターが集合する場面で2人がセットで登場するからっていうのもあります。新たな武器タイプ、アクションスタイル、これについてなんですが、まずはこちらを見てほしいです。この映像の最後、とても気づきにくいんですが、右からまっすぐ差し込むライト、多分あれが追加されるってことですよね。新たな武器、アクションスタイルというのはマスターバイクゼロ式のことだ
だと予想します。新たなチャレンジ、王立古代研究所。これは何でしょうね。今回のムービーの中でテラコが単体で映っている場面が多かったし、その場所は王立古代研究所でしたね。もしかしたらそのチャレンジの報酬としてテラコが新たな形態へとフォームチェンジとかありえますかね。憑依ガノンのような大きさになったりとか、武器が増えたりとかですかね。新たな手強い魔物。これについては多分プレイヤブルキャラクターたちの怨念バージョンとかですかね。ちょっとわからないですけど、王立古代研究所のチャレンジと関係ありますかね。そして第2弾は2021年11月末までに配信予定と書いてありますね。新たなストーリーということで、テラコが関わってくるとしたら、また時の扉を介してブレワイの世界線に影響を与えて、ブレワイ続編の伏線になったりするのかなという感じは受けますね。新たなステージ。薬剤の目視録作中でステージとしては登場しなかった魚鳥居村やアデア村とかありますかね。第1弾が配信された時点で第2弾のネタバレになるような内容は必ず避けるとは思うんですが、やはり王立古代研究所のチャレンジで何かしら状況が変わり、テラコのストーリーが追加されるっていうのが考えられそうですかね。新たなステージとしてもう一つ考えたのが、続編は地下が舞台になるという噂もありますので、地下のステージや迷路ステージなどゾナウに関係する何かだったら面白そうですね。そして新たなプレイヤブルキャラクターの第2弾、こちらも人数の指定がありません。考えやすいのはスッパ、アストル、憑依ガノンの3体あたりですかね。敵として登場した重要キャラクターなどがメインになると予想します。既存キャラクターの追加アクション。これは何でしょうね。何も考えられないのは、これが追加したキャラクターが対象のものだからでしょうか。そんな風に予想しました。ところで35周年ということに触れていませんでしたよね。これって21日期待できますかね。それともことを大きくしすぎると、かえって今回のダイレクトの発表が小さくまとまったように見えてしまうからでしょうかね。お腹が空いてるので食べ物で例えますけど、同じ餃子の量なら大きい皿に乗せて出すよりちょうど入るくらいの皿に乗せて出す方が量的には満足感が上がるということですかね。例えまで出しておいてなんですが、僕はまだ21日付近にゼルダダイレクトが来るのではと淡く期待をしています。淡くです。商標登録の件などポジティブな情報にすがってもうちょっと現実逃避したいんですよね。身を滅ぼしますので皆さんにはおすすめはしません。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどお時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。